シュータとユミのジャパニーズポッドキャスト。こんにちは、ユミです。このチャンネルは日本語の勉強のためのポッドキャストです。レベルに合わせた動画を作っています。今回読むお話は人魚姫です。お話の内容は初級者から中級者向けになっています。再生スピードを自分のレベルに合わせて調節してください。それではお聞きください。深い深い海の底にお城があります。そこは人魚の王様のお城です。王様には娘が6人います。6人の中で一番下の娘が一番綺麗でした。その姫の肌はバラの花びらのように薄くて綺麗です。姫の目は深い海のように青く澄んでいます。人魚たちの世界には15歳になると海の上の人間の世界を見に行くことができるというルールがあります。一番下の姫はお姉さんたちが見てきた人間の世界の話をいつもワクワクしながら聞いていました。私も早く15歳になって人間の世界を見てみたいな。そう言っているうちに時が経ち、一番下の姫もついに15歳になり、海の上の世界に出る日が来ました。喜んだ人魚姫が上へ上へと泳いでいくと、最初に見えたのは大きな船でした。わあ、すごい。人間はこんなに大きなものを作るんだ。人魚姫は船を追いかけて中をそっと覗きました。船の中ではパーティーが開かれており、賑やかな音楽が流れていて、綺麗な服を着た人たちがダンスをしています。その中にひときわ目を引く美しい男の子がいました。その人はパーティーの主役の王子です。そのパーティーは王子の16歳の誕生日を祝うパーティーでした。素敵な王子様。人魚姫は夜になってもずっとうっとりと王子を見つめていました。すると突然、海の様子が変わりました。空で雷が鳴ると風が吹いて波が大きく揺れ始めました。嵐だわ。船員たちが慌てて帆を畳みますが、嵐はどんどん強くなって、船はすぐに横に倒れてしまいました。船に乗っていた人たちが荒れた海に放り出されました。大変。王子様はどこ？人魚姫は大急ぎで王子の姿を探し出すと、ぐったりしている王子を見つけました。人魚姫は王子を腕に抱いて浜辺まで運びました。王子様、しっかりして、王子様。人魚姫は一生懸命王子様のお世話をしました。気がつくともう朝になっていました。そこへ若い女の人が走ってきました。あ、大変、隠れなきゃ。人魚姫は急いで海の中に隠れました。走ってきた女の人は王子に気がついて慌てて人を呼びました。王子はその時、ゆっくりと目を覚ましました。ありがとう。あなたが私を助けてくれたのですね。王子は自分の目の前にいる女の人が命を助けてくれた人だと勘違いしてしまいました。人魚姫はしょんぼりしてお城に帰りました。でもどうしても王子のことを忘れることができません。ああ、素敵な王子様。そうだ、
人間になれば、また王子様に会えるかもしれない。そこで人魚姫は魔女のところへ行き、私を人間の女の人にしてください、とお願いしました。魔女は人魚姫のお願いを聞いてこう言いました。そうかい。人間の王子に会いたいから、お前は人間になりたいんだね。私の力があれば、人魚の尻尾を人間の足に変えることができるよ。でもその代わりに、お前の足は歩くたびにナイフを踏んでいるみたいにとても痛くなるよ。それから、たとえお前が王子と結婚できなかったとしても、お前は二度と人魚には戻れない。それだけじゃない。心臓が壊れて、お前は海の泡になって消えてしまうんだ。それでもいいのかい？いいわ。王子様と一緒にいられるのなら。よし。それから、願いを叶える代わりに、お前の声をもらうよ。お前の声は、海の世界で一番美しいと評判だからね。こうして、魔女の力で人魚姫は人間の女になりました。でも、もう話すことはできません。人魚姫は声が出せない体で人間の世界に戻り、王子様の後ろを訪ねました。おお、なんて美しい女性なんだ。王子は人魚姫を見てすぐに好きになりました。そして妹のように大切にしました。でも王子は違う人が好きでした。昔海で王子を助けてくれた女の人です。王子はその人が命を救ってくれたと勘違いしたままでした。ある日、王子はその女の人と結婚することになりました。二人は船に乗って新婚旅行に行きました。王子と結婚できなかった人魚姫は海の泡になってしまいます。しかし人魚姫にはどうすることもできません。ただただ船の上で手すりにもたれて海の泡になるのを待つだけでした。その時、波の上に人魚姫のお姉さんたちが現れました。魔女からあなたのためにナイフをもらってきたの。これで王子の心臓を刺して、その血を足に塗って。そうすれば、あなたは人魚に戻れるわ。もう一度人魚になれる。人魚姫はナイフを受け取ると、王子の眠る寝室に入りました。王子様、さようなら。私は人魚に戻ります。人魚姫は王子のおでこにお別れのキスをしてナイフで王子を刺そうとしました。でも人魚姫は愛する王子を刺すことができませんでした。人魚姫はナイフを捨てて海に飛び込みました。波に揺られながら人魚姫の体は少しずつ溶けて海の泡になっていきました。その時、海から出た朝日の光の中で透き通っていて綺麗なものが海の上に浮かんでいるのが見えました。人魚姫は自分の体がとても軽くなって空の上に登っていくのを感じました。私はどこへ行くのかしら。すると透き通った声が答えました。ようこそ空気の精の世界へ。あなたは空気の精になって世界中の恋人たちを見守るのです。人魚姫は自分の目から涙がひとしずくこぼれるのを感じながら雲の上へと登っていきました。おしまい。グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。これからも一緒に日本語の勉強を楽しんでいきましょう。
最後まで聞いていただきありがとうございました。またね。バイバイ。